はい、こんにちは。サックスプレイヤーの熊谷俊です。毎週1本、珍しいヴィンテージサックスを紹介していく、ヴィンテージサックスコレクションズ、ということで、今週もですね、また珍しいヴィンテージサックス紹介していきたいと思います。では、行ってみましょう。はい、今回紹介するヴィンテージサックスは、こちらです。CG コーンニューワンダー2、チューベリーというですね、モデルになります。これもね、なかなかね、見た感じ、すごくゴージャスな、感じがすごくしてまして、以前ですね、ニューワンダー1は C メロサックスの時にね、紹介したことがあったんですけども、今日は2ということで、またね、3つの、トピックに分けてご紹介をしていきたいと思います。結構ね、面白いサックスまた、今週もね、お届けしていきたいと思いますんで、掘り下げていきましょう。では、行ってみます。はい。では最初のトピック、メーカー非公認のモデル名ということで、まずはちょっと音色チェックしてみましょう。なんかすごく鋭い輝かしいというか、こう刺さるようななんかサウンドを感じますね。なんかやっぱり明るい感じがすごくサウンドからは感じますね。はい。ということで、ニューワンダーというですね、モデル、前 C メロサックスっていうのでご紹介したというお話しましたけども、まさにコーンの、ロングセラーモデルですね。こちらのシリーズ2という形なんですけれども、これね、さっきモデル名でもちょっとお話したチューベリーっていう、オフィシャルな名前ではないんですけど、でも、ヴィンテージだとやっぱチューベリーって呼ぶことが多いですかね、ニューワンダー2とかっていうよりも。このチューベリーっていうのは実はですね、アメリカのジャズサックスプレイヤー、レオン・ブラウン・チューベリーというですね、有名な、サックスプレイヤーが、愛用していたからというので、後付けで、つけたっていうのもあります。はい。これね、結構実はね、ニューワンダーってね、長いモデルなんで、その間に、こうね、トランジショナルモデルとかっていうのとか、いろんなね、ものがこう、ちょっとこう、ニックネームがあったりするんですよ。なんで、結構ね、見分けが難しかったりするんですけれど、これはね、チューベリーというですね、まさにこう、ニューワンダーシリーズ2という、大体この変遷していった中での、形が、できているというところで、そういう名前ができてますね。コーン自体はね、正式な名称ではないんで、僕ら、なんでしょうね、ヴィンテージ好きな人だったら聞いたことがあるから、そういった、モデル名になってます。はい、次のトピック、アーティストスペシャルの彫刻美ということで、以前にですね、バーチュオーソデラックスってリンカーン大統領が書かれたモデルを紹介したことがあるんですけれども、実はコーンって、こういうなんでしょうね、特注モデルみたいな、そういったものを作っていくんですよね。で、バーチュオーソよりも、このモデル実はアーティストスペシャルという一つのそういう特別モデルみたいなところがあってバーチュオーソほどゴージャスではないんだけれどもっていうモデルが最初に出てたんですよね。でこれねゴールドプレートなんですよ。で普通だとやっぱ真鍮のラッカーとかが多いんですけどもゴールドプレートということでやっぱね輝かしいですよね見た感じもね。でね、何よりもね、やっぱね、コーンって僕はね、彫刻をやっぱね、いっぱい、ぜひ皆さんには見てもらいたいなと思ってて、いやもうね、彫刻がすごくね、綺麗なんですよ。で、特に今回はね、ここにこれは何の絵なんだろう、木の小屋に、この自然の感じですよね、描かれている彫刻が彫られていて、もうまさにね、なんだろうな、今のサックスには考えられないような彫刻っていうのか、そういったところがね、やっぱね、まさにこのヴィンテージのね、良さっていうところですよね。で、あとね、もう一つ面白いのが、この G シャープのこのレバー、テーブルキーのこのレバー、キーですよね。これなんかね、爪研ぎみたいになってるんですよ。なんでこのデザインにしたのかちょっとわかんないですけど、なんか本当に爪がね、研げるようなね、なっててね、そういった特徴があったりというのが、この、アーティストスペシャルですね、ニューワンダー2の中で、こういうふうなことが、起きてます。なんでなかなかね、面白いなという、ところが、率直な感想ですかね。はい、では最後のトピック、現行との違いということで、やっぱ持った感じはやっぱり少しコンパクトなね、コーンならではのフィット、少し脇を締めるような、なんかね、そんな印象があるサックスですかね。あとね、やっぱね、親指あたりもね、やっぱりちょっとまだ、オクターブキーあたりなんかがちょっとやっぱりちょっと押しづらかったりとか、ちょっとなんか親指演奏してたら痛くなるんじゃないかな、みたいな。まだまだね、これから、いろいろと改善はされていくところですけども、あったりするかなと。
思いますね。あとやっぱりこのコーンならではのやっぱこのマイクロチューニングというですね、これがやっぱりついているっていうところがやっぱ現行モデルにはないところですよね。なんでそういったちょっとした変化がありますけれども、やっぱりこれもヴィンテージならではの特徴というか、吹きづらいところはありますけど、でもサウンドはやっぱいいよねっていう、そういったところがあるサックスですね。はい、最後にこちらの、ニューワンダー2、別名チューベリーですね、を使って、ヤードバードスイート、ジャズのスタンダードをお届けしてまいります。ぜひですね、この明るい輝かしいサウンドも楽しんでいただけたらと思います。ぜひ来てください。いかがでしたか？このなんでしょうね、ヴィンテージの渋さとこのゴールドプレートのこの輝かしい感じのね、このサウンドが入り混じった、なんかね、とても今にはない特徴的な、サウンドを楽しんでいただけたんではないでしょうか。はい、こちらのですね、動画良ければぜひ、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。またですね、こちらのサックス何かご質問とかあれば、ぜひコメント欄に寄せていただければと思います。またこちらのサックスレンタルもやってます。ヴィンテージサックスコレクションズの、ホームページにも写真なども、載っているので、ぜひそちらもご確認ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤーの熊谷俊でした。